今回は初心者の方に向けてどの神カードを選ぶべきか解説します。まず結論から言うと、ゲーム序盤はヘスティアを選べば間違いないです。逆に絶対に選んではいけないカードもあるので、この動画ではそれを含め説明していきます。まず前提として、神カードの役割は、フィールドでの攻撃とハンドでのバフに分けられます。この2つの軸でカードを見ていきましょう。まず攻撃面では、テキスとヘスティアの2枚が強力です。どちらも係数が高く、ゲーム後半の PVP でもよく使われます。特にヘスティアは全体攻撃ができるので、序盤でもおすすめです。デメテルとハルモニアは係数が1段階下がり、PVP で攻撃役として使われる頻度は落ちます。なおハルモニアについては、1回の攻撃で7回ヒットするという特徴があり、ゲーム中盤、ボス戦における人形使いデッキに採用する余地があります。で、残りのポーケアについてですが、攻撃力が極めて低く、出番はありません。続いて、バフの面で見ていきましょう。この観点では、ヘスティア、テテス、デメテルの3枚が頭一つ抜けています。それぞれ火、水、木の属性コンボにバフを乗せるため、ボス戦をはじめ、各属性を軸にしたデッキに採用されます。ハルモニアは、アーケインコンボにバフを乗せますが、アーケインコンボは属性コンボより倍率が低く、ゲーム後半は PVP くらいでしか使われません。そして、残りのポーケアについてですが、バフの量がかなり少なく、出番はありません。バフの計算が多くの神カードは乗算なのに対し、ポーケアは加算になっています。そのため、ゲームを進めてコンボ倍率が上がってくると、ポーケアの遅れが目立つようになります。ここまでの内容をまとめると、このようになります。最初にヘスティアをおすすめしたのは、両方の観点で優秀かつ、全体攻撃が序盤で強いからです。そしてお気づきの通り、絶対に選んではいけないのがポーケアになります。このカードはもともと、ジェナテディというカードが起こした問題を解消するために導入されたのですが、ゲームシステムが改善され、いよいよ出番がなくなってしまいました。正直、いつかアッパーされると予想しています。このチャンネルでは、今後も初心者向けの攻略情報を上げる予定です。更新は不定期なので、動画を見逃さないようチャンネル登録をお願いします。この動画が役に立ったと感じた方は、グッドボタンも押していただけると励みになります。それではご視聴ありがとうございました。